AGV を複数の座標位置やその他のコンポーネントの座標まで移動させる方法を説明します。AGV のパスに複数の座標位置を追加する方法を説明します。AGV の Python スクリプトを開き、変数名をポイントからポイント1に変更し、変数名がポイント2の新しいベクトルを作成します。X、Y を2002、Z を0にします。AGV のパスに複数の位置座標を追加する場合、for 文を記述する方法があります。for p in ポイント1、ポイント2、コロンと記述し、開業します。vehicle.add ポイント p と記述することで、ポイント1に移動後、ポイント2に移動し、停止します。Python スクリプトをコンパイルし、シミュレーションを再生します。先ほどの設定通りに動作します。AGV を他のコンポーネントの位置に移動させる方法を説明します。ロボットの位置に移動する指示を出します。シミュレーションをリセットし、ホームタブに戻ります。ロボットを選択し、移動します。AGV の Python スクリプトを開き、ポイント1、ポイント2、for 文をコメントアウトします。app=getApplication と記述します。ロボットのコンポーネントを指定するため、ロボット=app.findComponent と記述し、括弧内にコンポーネント名を記述することで、ロボットを指定することができます。ロボットのコンポーネントプロパティウィンドウに表示されているロボットの名前を記述します。3D ワールドでのロボットのワールド位置座標を取得するため、wpm=robot.worldPositionMatrix と記述します。VC マトリクスオブジェクトの1ベクトルは P 属性を取得することでアクセスすることができます。新しい変数ロボットアンダーラインポイントを作成し、wpm.p と記述することで、ロボットのワールド位置座標の P 属性を取得することができます。AGV をロボットの位置まで移動させます。vehicle.add ポイント、ロボットアンダーラインポイントと記述します。Python スクリプトをコンパイルし、動作を確認します。シミュレーションを再生します。AGV はロボットの位置に移動します。ロボットの位置座標を取得する以外の方法を説明します。ロボットの位置座標を取得する記述をコメントアウトし、新しい変数 P 位置を作成し、AGV の現在位置を取得します。comp.positionMatrix.p と記述することで、AGV の位置ベクトルを操作することができます。次の変数 P2 を作成し、robot.positionMatrix.p と記述します。ロボットの位置を AGV に割り当てます。P1 から P2 に移動させるため、P2-P1 と記述します。AGV からロボットへのベクトルを取得することができます。Python スクリプトをコンパイルし、シミュレーションを再生します。AGV はロボットの位置に移動します。座標の位置ベクトルの参照について説明します。シミュレーションをリセットし、ロボットにフレームを作成し、AGV が移動する位置を指定します。コンポーネントの原点を使用していますが、フレームを使用することもできます。ロボットを選択し、モデリングタブに移動します。コンポーネントグラフウィンドウのルートノードを選択し、ジオメトリー、フィーチャー、フレームを追加します。フレームを X 軸方向に移動し、ロボットから遠ざけます。次に、フレームの名前をフィーチャープロパティウィンドウ、名前でピックアップロケーションに変更します。フレームの位置に AGV を移動させます。AGV の Python スクリプトに戻り、AGV とロボットのベクトルを使用します。ロボットに追加したフレームを取得するため、変数フレームを作成します。ロボット .getFeature と記述することで、ロボットコンポーネント内のフィーチャーを取得することができます。括弧内にピックアップロケーションと記述します。npm=frame.nodePositionMatrix と記述し、
ノードに対するフレームの相対的な位置を取得しています。座標の位置ベクトルを取得することもできます。フレームアンダーラインポイントイコール npm.p と記述します。AGV が移動する指示を出します。P1、P2 を削除します。AGV がフレームの位置に移動するため、フレームアンダーラインポイントと記述します。Python スクリプトをコンパイルし、動作を確認します。シミュレーションを再生します。AGV はロボットの位置座標を取得しているため動作しません。想定ではベクトルを割り当てるとき、AGV はロボットの現在位置ではなく、相対的な位置を参照する想定でした。修正する方法を説明します。ロボットのワールド位置座標を使用し、フレームのワールド位置座標を取得します。フレームとロボットコンポーネントがあります。WPM イコールロボットドットワールドポジションマトリクスと記述し、ロボットのワールド位置座標を取得します。変数 NPM は、フレームのノード位置座標を取得しているので、フレームアンダーラインポイントイコール WPMNPM.p と記述します。フレームのノード位置座標にロボットのワールド位置座標をかけることで、フレームのワールド位置座標を取得しています。Python スクリプトをコンパイルし、シミュレーションを再生します。AGV はフレームの位置に移動します。AGV を複数の座標位置やその他のコンポーネントの座標まで移動させる方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。